字もですね、伝説によれば奈良時代行基によって開かれた大変古いお寺だったというふうに言われておりますけれども、残念ながらこちらも一向一揆によって窮地にありまして、その際に、燃えるぐらいならということで、こちらの仏像を救い出すためにですね、その境内にあった谷へ放り投げたというふうに、投げ捨てて助けたんですね。いわゆる密教の一番中心の根本物である大日如来、それから大日如来の徳を表した4体の東西南北の4体の仏様で構成されていまして、中央が大日如来、それから東方が東が薬師如来ですね。で、南方が宝生如来、それから西方西側が阿弥陀如来で、北方が釈迦如来という、こういう組み合わせになっています。で、本来はこういうふうな曼荼羅的な配置で、安置されているというふうに思いますけれども、現在お堂ではこう横並びに安置されておりますので、こういうふうに、見れるのはここだけということになりますね。こちらの13番の小観音立像は福井市の飯塚町というところのですね観音堂に祀られておりまして、今はこれ宝生寺という新種のお寺になっておりますけれども、こちらも秘仏でしてですね、17年に一度のご開帳の仏像なんですけども、本来でしたら再来年がご開帳の年なんですが、ちょっとお願いしましたらご開拓いただきまして、今回特別にお出ましいただいておる仏像です。こちらのお像もですね、非常にいいお像で、頭の上からてっぺんからこの足先、それからこの台座までですね含んで全部一本の木で作られてるんですね。普通台座は別に作って建てることが多いんですけども、このお像の場合は全部台座まで含めて一本の木で、さらにこの肘から下がっている天根というところですね、羽衣状のもの、それからこの持っている蓮のつぼみまで含めて全部一本の木から作っています。これほど切り離さずにですね全部一本から作ろうというのは、相当この木に対するこだわりがあったんだろうというふうに思いますね。こちらの11面観音像は越前市の東小坂井町のですね八幡神社の観音堂に祀られているお像でして、茅の木の一部から作られておりまして、内栗がありません。で、茅の木というのは大変目が詰まってですね重たい像でして、このお像は今回お運びした仏像の中で一番重たかったですね。5、6人で運ばないと持てないぐらいすごく重いお像でした。姿を見ていただきますと、これも左に腰をちょっとひねってですね、スラッと立ち上がる非常に優美な立ち姿のお像になっております。この頭の上の頭上面を見ていただきますと、本来この頭上面はですねこちらのお像のようにちゃんと顔を刻んで表現するものなんですけれども、このお像の場合は全てのっぺらぼうになっておりますね。中途半端というか、途中の霊木からその仏が現れる瞬間というか、その曖昧の状態をですね、表現するために、あえてこういうふうに顔を全部刻まないでですね、まさにその今が出現する瞬間を表現したかったのではないかというふうに考えられております。こちらに千手観音のお像2体があります。一番最初見た普通寺の千手観音像もですね、42本の手で表されてましたけれども、こちらも同じく42本の手で表されてまして、このお像なんかは割と持っているものが残っておりますね。ただこの今持っているこの持ち物はおそらく後で修理された際に作られたものかなというふうに思われます。でこのお像の場合さらにすごいのは、この持っているお像の後ろにですね扇状に小さい手が実はくっついてるんですね。おそらく500本ずつ、背に500本ずつ手があって、真数が1000になってるんだと思います。とてもこの一本一本数えられないので、今まだ確認はしていませんけども、おそらく実際に千手を表しているんだろうと。このように千手を表す像っていうのは日本全国探せばないことはないんですけども、非常に珍しいお像かというふうに思います。はい、今回いろいろ展示しておりますけれども、中でも一番古いお像がこちらの国蔵菩薩座像になります。これはもう平安時代の初期、9世紀の初め頃に作られたお像です。今祀られて平安前期の仏像の特徴を先ほどから言っておりますけれども、非常に胸を張っていてですね、姿勢が良くて緊張感があってですね、肩が怒り型でですね、でこう顔も顎を引いてしっかり立っています。で我々もこう姿勢を正すとですね、ここに溝が、背中に溝ができますけどもね、このお像もちゃんと背中の方に溝が表現されてまして、
日頃はね表側からしか拝みませんけども、こういうところをちゃんと見ると裏側から見るとここに溝が入っているのが分かります。足も非常にしっかり組んでいてですね、力強い感じがしますね。それからこの肩から下がってくる天根がですね、ずっとこの足に絡むように表現されていまして、非常に複雑な表現ですけども、こういった表現がされている仏像というのが奈良時代の